はい、OK。こんにちは、とばるぐです。今日はね、ちょっとこの部屋を模様替えとかしていて、新しい機材とかもね、結構増えたので、ルームツアー最近やったばっかりなので、ルームツアーっていうわけではないんですけど、ちょっとね、いつも見てくれてる視聴者さん向けに Vlog 的な動画を撮っていこうと思います。いや、ちょっと、カメラが重い。この機材がちょっと重いんですよね。この辺に置くか。よいしょ。最近ね、広角ズームレンズを買ったんですけど、かなりね、部屋撮りにはめちゃくちゃいい感じですね。はい、改めて今回の動画なんですけど、結構ね、最近 YouTube の動画の構図とかをいろいろ変えてるんですよ。いつも見てくれてる皆さんだと結構ね、気づいてくれてる人もいて、あれ模様替えしましたとか、構図が変わってるみたいなコメントもいただくので、うわ、さすがもう見てくれててありがてえと思いながら、動画を撮ってるんですけど、今回はね、ちょっと模様替えをしてしまった後なんですけど、Vlog って感じですね。一応ね、ちょっと前にルームツアーを撮っているので、改めてルームツアーをするっていうほどでもないんですけど、結構ね、この持ち物というか機材というか、部屋の構図というか置き場所みたいなのもだいぶ変わってきてたりするので、ちょっとそのなんでこういう配置にしたのかとか、今使ってる機材の話みたいなのとかをある程度ね、Vlog 的な形で紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。最近のね、部屋の配置はこんな感じになっております。前まではね、というか前に紹介したルームツアーだと、この辺にデスクをね、このどでかいデスク 150×75 とかだったかなのデスクをここに対面で置いていて、でそれでこのポールを使って、このポールの先っちょにね、カメラ、メインカメラ、サブカメラで、あと照明を乗せてここで撮ってたんですけど、それはすごい良かったんですよ。ミニマルな感じになるし、なんかね、アトリエっぽい雰囲気で対面でね、デスクを置いてるとかっこいい感じだったんですけど、いかんせんこの部屋結構狭いんですよね。よいしょ。広角レンズなのでここまで広げられます。はい、いかんせんね、この部屋結構狭くて、一応ね10畳ぐらいあるんですけど、実質こっち側が通路みたいな形になってしまっているので、実際ね使えるところっていうのがここのね6畳ぐらいのスペースなんですね。なので対面に置いてしまうと結構ね、この通路のところが狭くなってしまったりとか、あとここにポールを立てて動画を撮るってなると、画角がかなり決まってきてしまうんですよね。 YouTube をスタートして一番最初の頃の画角って多分ね、こんな感じかな、こんな感じだったかなと思うんですけど、最近今年入ってからぐらいの動画はこのぐらいのこの辺から撮ってたんですよ。この辺から撮ってたんですけど、ちょっと圧迫感があるのと、カメラをねまっすぐに平行にしておかないとこんな感じで曲がっちゃってたんですよね。なのでそれの修正とかはめんどくさいので、斜めから撮ろうと思って最近はねこの辺から動画を撮っています。完全にこのデスクは固定せずに下にコロコロついてるんですけど、こんな感じでね、よいしょ、ガガガーと自由に動かせるようにしました。っていうのもやっぱり動画を撮る時に大きめのものとかだと、なんかこうやって俯瞰して撮るのも難しかったりするんですよね。特にねこんな感じの PC スタンドとかを紹介する時に真上からこう撮られてもあんまりイメージ湧かないじゃないですか。なのでちょっとね斜めから撮るみたいな構図も欲しいなと思った時に、ちょっと今までの配置だと難しいなと思っていて、これがね結構ある程度自由に動かせることによって、こういうチェストみたいなのも紹介しやすくするという目的で、この机を自由に動かせるようにしています。そんな感じで撮影のための模様替えって感じですね。最初はこんな感じで壁に沿わせて机を置くのダサいかなと思ってたんですけど、利便性をね重視したという形になりますね。この辺はそのうち変えると思います。なのでコードとかもね下にダランって垂れてる状態ですね。で一応ここにね撮影機材みたいなのを置いていて、これいつも使ってるね照明なんですけど、これをだいたいよいしょ、このぐらいの高さかな、これをこのぐらいの高さとかに配置して、でこれがね最近使っているマンフロットの大きめの三脚で、これをここに置いて、で俯瞰で撮影する時はこれを使うし、夜とかなんかね撮り直しが発生しそうな案件の撮影とかだとこんな感じで
遮光カーテンをね閉めて撮るっていうスタイルに最近はしてますね。いろいろ試行錯誤しながらではあるんですけど、割とこれが調子いいかなと思ってます。でもともとはこの突っ張り棒にいろいろカメラ機材とか照明とか乗っけてたんですけど、これにね固定してしまうと結局撮影のスタイルというか視点がね一箇所になってしまってなんか飽きてきてしまったので、この辺を前から持ってたものなんですけど導入して引っ張り出して使ってるって感じですね。あんまりね紹介したことないけど、このマンフロットの三脚結構使いやすくて、これなんか俯瞰撮影とかでも撮影できる三脚ですね。結構頑丈なものを使っています。でこっから見た時の景色はこんな感じで、ちょっとねここにこの三脚にいつものカメラを置いてみたいと思うんですけど、ほい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 、よいしょ。この辺かな、いつも撮ってる構図。これとかね一応固定できるコロコロがついていて、いつもだとこんな感じで部屋のど真ん中に机を置いて、こんにちは、トバログです。今日はねこれについて紹介しようと思います。ゼンハイザー MKE200 というマイクですみたいな話をこの上でしているって感じですね。でこの俯瞰撮影するために自分で自作したポールなんですけど、これのね先っちょにカメラをつけるとこんな感じで俯瞰撮影ができるようになっております。模様替えに関してはねこんな感じですね。あとねこんなところに石油ストーブを置いてあったり、あんまりねここ気密性が高いのでつけっぱなしにすると喉痛くなったりするんでつけてないんですけど、この辺にはねいつもカバンの中身取材で使うような機材が置いてあります。最近ね動画用にこの雲台みたいなのを購入してますね。これがめちゃくちゃ使いやすくて、今までねジンバルとか使ってたんですけど、これがあることによってジンバルが必要なくなりました。はい、ユニクロが出してるライフウェアマガジンですね。これはねめちゃくちゃおしゃれというか、なんか絵も散らかしてるというか、すごいね読み物としても最高だし、最高の宣伝のアイテムなんじゃないかなと思いながら毎号必ずもらって帰ってきています。新しいね期間ぐらいで出てるのかな、期間ぐらいで出てると思うんですけど、新しい号が出るたびにね楽しみにしています。一応このデスク周りもね若干変わっているので、ちょっと紹介しておこうと思います。今撮影に使ってるレオフォトの三脚とか、あとねいつも iPad とかなんかこのノートとかいろいろ、最近はねアレクサをここに移動してアレクサをデスクの下に配置しています。これとかはモノグラフがめちゃくちゃ酷評してたクリプシュのイヤホンですね。なんか全然使ってないってことなので、せっかくなのでもらいました。結構ね音質も良くて気に入っております。で今ねデスクの上には何にもない状態なんですけど、っていうのもリビングとこっちをね作業で行き来するために、この中にね結構いつも使っているガジェットとかはここにね収納して、よいしょ、これを持ってリビングとこの部屋を行き来しています。でいつもねこの部屋に来たらだいたい使うのが MacBook そんな使わないんですよ。なのでこの Windows PC をここにこうガッてセットして、であと電源ケーブルとかをセットして、あとこの辺ですよね。この辺作業には絶対欠かせない HHKB とこのリアフォの点キーをいつもね持ち歩いています。これはもうね完全に打つ麻薬ですね。打つ麻薬っつったらおかしいな、打つ麻薬だともう本当に麻薬になっちゃうんで、触る麻薬ですね。もうこれがいろんなところで言ってるんですけど、こういうねインターフェースというかいつも使うなんか手が直接触れるようなアイテムとかはね結構いいもの買った方が幸せな作業環境ができるんじゃないかなと思って、いつもこんな感じで使っています。あとはガジェット界のゲンゴロウと勝手に呼んでいるロジクールの MX-L5 をこの辺とかにセットして、このままねこんな感じで作業しているって感じですね最近は。あとはねこれも普通に今電源入ってるんでこんな感じで電動昇降もさせられるんですけど、今のところねこんな感じで配線周りがぐちゃってるので、この辺は机の位置とかが決まったらなんとかしようかなとは思っております。であとねこんな感じで雑に置いてあるのが NAS ですね。 14TB 分のデータをこの中に保管しておける NAS がここにあります。だいたい動画ファイルで今 3TB とか 4TB ぐらい使ってるんで、あと 10TB ぐらいはねこの中に溜め込むことができるんじゃないかなと思ってます。であとね最近注文しておいたこのケンジントンのワイヤレストラックボールが届いたので、せっかくなんでこの動画の中で開封しようと思います。あんまね単体の動画で紹介しても見られなさそうなので、こういうのはねちょっとこうやって USB Type-A とかでこすれば開くんで
USB Type-A をカッター代わりにしております。よいしょ。開かないわ。うちの USB Type-A は無能なので開けませんでした。なんでカッターで普通に開けていきたいと思います。いでよ。いや、ケンジントンね、初めて使いますね。ちょっとテンション上がるな。よいしょ。おう、ドゥーン、新しいガジェットの香り。プラスチッキーやな。意外ともうちょっとなんか質感高くてもいいのにとか思いつつ、白いガジェットはテンション上がりますね。こんな感じになってますね。結構分厚みがあるな。高さとかは調整できないけどめちゃくちゃ軽いな。めちゃくちゃ軽い上にめちゃくちゃプラスチッキーな素材感です。かなりこの MX-Ergo の重厚感とは全く違いますね。こっちの方がねめちゃくちゃ質感はいいけど、多分ね加水分解とかしない分こっちの方が長持ちするんじゃないかなとは思うような質感です。結構2,000-3,000円ぐらいで買えるぐらいの安っぽい質感ではあると思うんですけど、8,500円でそこそこいい感じのマウスですね。MX-Ergo 自体はめちゃくちゃ気に入っていて、すごいね使いやすいんですけど、筐体カラーがグレーなんですよね。この部屋の雰囲気に若干合わないかなとは思ってたので、そのタイミングでこのケンジントンのねこのトラックボールのこの白が出たので購入に至ったって感じです。ちなみにねこの MX-M575 っていうロジクールからもねちょっと買いモデルなんですけど出ていて、これに関してもね結構使いやすくて、なおかつね筐体カラーにホワイトがあるんですけど、左右にねスクロールができないっていうのと、あとねスクロールの方向をロジクールのツールで変えられないんですよね。こっちだと自由に変えられるのに、このね575の場合は変えられないから、トラックパッドでいつも使っている方向と逆になっちゃうんですよ。この辺はねちょっと使ってみて、動画では多分レビューしないと思うんですけど、ブログの方とかでなんかレビューしたいって感じですね。こんな感じで、よいしょ。ボタンがここに3つあって、トラックボールの滑り具合も良好です。でボタンがここにもあって、かなりプラスチッキーで安っぽいけど、持ちやすさ的には結構ね持ちやすいですね。これで8,500円とかなので、普通にねなんか使いやすかったらおすすめするのは、こっちはちょっと高めなんでこっちとかそういう感じにもなるかもしれません。重さ自体は結構軽いんですけど、筐体のね厚みみたいなのが割とある感じなので、この辺はトラックボール持ち歩きにくい問題は解決しなさそうですね。デスクの配置を改めて考えるとこんな感じかな。でこれがあると。デスクの配置を改めて変えてみたんですけど、こんな感じですね。一応ねここに今まで背景に持ってきていた、パラボラアンテナというかビオプレイっていう Bluetooth スピーカーなんですけど、これをねデスク横にちょっと置いてみました。で最近の在宅ワーカールーティーンみたいな動画でも紹介したんですけど、アレクサくんがいるので、これで音楽をね無線で Bluetooth で飛ばしてあっちで流すっていうことが今できています。アレクサ音楽かけて。ここでね音量調整ができるんですね。どうでもいいんですけど、ここにはね指スケがあります。普通のスケボーね最近やりたいなと思ってるんですけど、まだ板を持っていないので、昔持ってたねこういう木でできた指スケで遊んだりしてますね。はい、はい、たまにねこんな感じで遊ぶんですけど、結構ね面白いですよね。そうだ、あとねカメラの話全然してなかったんですけど、カメラの話もしておきます。ちょっとねこのカメラ前まで使っていた α7 とかじゃなくて、今ねじゃん、一応ねボディはライカ SL2S っていう、ライカ社が出してるフルサイズミラーレス使ってて、でその上にねちょっと見づらいかなこれ、今ねパナソニックのルミックスの 1635mm のレンズを装着して、ちょっとね Vlog 形式で撮影してます。広角ズームってほとんど使う機会僕の中ではあんまりないんですけど、ルームツアーとかカバンの中身撮影とかした時にズームレンズで広角があった方が便利かなっていうことで購入してますね。マイクはねこのロードのワイヤレスマイク、ワイヤレス GO というものを使っています。欲しいもの動画でも紹介したんですけど、新しくねこのロードのワイヤレス GO2 っていうのが出て、これレシーバーみたいな2つついてるタイプがあるんですよ。こうやって今自分で喋っている声だけじゃなくて、もう一人の声も撮影できるんで、カバンの中身取材とかは最強になるかなと思います。でその上にはねちょっと前にも画像
画質改善計画っていう動画で紹介したんですけど、Atomos Ninja 5っていう、ディスプレイ兼なんかこう録画できるツールをこの上に載せていて、このモニターで自分の自撮りというか自分の顔を見ながら撮影しつつ、この裏にね SSD が備わってるんですけど、 SSD の中に録画できるって感じですね。これ最強じゃないですか。今めちゃくちゃ高画質な形式で撮影してるんで、だいたいね一つの動画あたり 200GB ぐらいになるんですよ、容量が。だけどこれがね今搭載してる SSD が 4TB あるので20時間撮影できるって感じですね。今この動画に関しては45分ぐらい撮っております。基本的に簡単な Vlog とかは DJI Pocket 2っていうすごい小型のねカメラがあるんで、それを使おうかなと思ってるんですけど、このカバンの中身撮影とかこういう YouTube 動画撮影とかは割とこの装備でやっています。これがねめちゃくちゃ重いんですよね。この上だけでも 1kg ぐらいあって、下だけでもね 1.5kg ぐらいあるんで、だいたい合計して多分 3kg ぐらいあって、このままこうやって持って「こんにちはトバログです」とかやると結構きついっていう感じになっています。じゃあこんなところですかね、今回の Vlog というか、ルームツアーみたいな感じなんですけど、最近のトワログの家模様替えしてこんな感じになりました Vlog をちょっと撮ってみました。この配置に関してもこの動画をアップする頃にはね若干変わってるとか、あったりすると思うんですけど、その様子とかはねまた動画というか Twitter とかでよく載せているので、 Twitter とかフォローしてもらえたら嬉しいです。この部屋の中でこんなところをちょっと見てみたいですっていう要望があったらね是非教えてください。またこんな感じで Vlog で撮ろうと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。